こんにちは、ゆめねこです。今回はサワードゥブレッド作りに必要なサワー種の作り方についてです。粉と水だけで作る一番シンプルな発酵種です。初めての方にも分かりやすいようにいくつかのポイントをまとめました。面白いサワードゥ生活を始めましょう。それではまずはじめに材料とざっくりとした作り方の確認です。それでは早速始めたいと思いますが、そもそもサワー種は一度作れば継ぎ続けることができるので、何度も作るものではありません。私自身実験も兼ねて数回しか作ったことがありません。その時の反省も込めて、こういう風にした方がより安定的に作れるという作り方を紹介したいと思います。それでは材料についてです。より安定的に作れるのはライ麦粉です。粉と水だけで作るサワー種ですが、粉といっても強力粉や薄力粉などいろいろな種類がありますが、その中でもダントツの安定感があるのがライ麦粉です。何の粉を使うかはかなり重要です。そしてこちら、中挽きと書いてあるのが見えるでしょうか。粉の引きが粗い方がより簡単にパン種を作ることができます。前にはこちらの全粒粉もよく使っていました。そんな中でも私が引きが粗めのライ麦粉を押す理由に、パワーの落ちにくさがあります。サワー種というものは使っていないと、継ぎ足しをしていないと発酵力が落ちていってしまいます。正直家庭でのパン焼きの場合、そんなにたくさんは焼かないのが現実だと思います。そうこうしているうちに使っていないサワー種のパワーというものは日に日に落ちていくわけですが、落ちてしまったパワーを取り戻すためには餌やりという作業が必要です。フィードとも言いますが、これが問題で、ライ麦粉だと少しの粉でパワーが戻ってくるのに対し、真っ白な粉だったりすると、しっかりとした発酵力の種にするまでに結構な粉の量がいるんですね。かなりの餌食いというか、パワーは落ちやすいのに粉はたくさん必要ということになります。あまり家計には優しくないですし、種が増えすぎて捨てるという問題も出てきてしまいます。毎日は焼かない人にこそライ麦粉だと思います。それではサワー種作りのスタートです。まずはじめに瓶、ヘラを煮沸消毒します。この時の瓶ですが、この写真は小さめの瓶ですが、500ml くらいの瓶をおすすめします。またサワー種は素手で練って作る人もいます。煮沸消毒と素手では真逆なような感じがしますが、これもサワードゥブレッドの面白いところです。一つの製法にとらわれずに、自分の作りやすいスタイルを探っていきます。それでは冷ましたものを使います。ライ麦粉 50g と水 50g をよく混ぜます。水は水道水の浄水を使っています。ここでこの粉と水の量ですが、50g ではなくて 25g ずつや 10g ずつではいけないのと思う方がいると思います。これに関してはある程度多めの粉で作った方が発酵力が強く安定したものができます。それでは軽く蓋をして27から28度の場所で12から24時間放置します。粉の種類や気温などによってかなりの時間差があります。目安としてはこのように緩んできて 2,3 倍に膨らみ、このような気泡が入るまでです。1日 1,2 回蓋を開けて新鮮な空気を取り込みます。温度が低すぎるとなかなか発酵が進まないので注意が必要です。そして温度管理についてですが、27から28度をどうやってキープするかというと、こういった発酵機があると便利です。発酵機なしで作ろうとすると夏のエアコンの部屋は適温です。ただ冬となるとこういった発酵機がある方が断然簡単に管理ができます。私の場合夏場は全く発酵機を使いませんが、冬場は必需品になっています。それでは次に進みます。気泡が入った種の上半分をヘラで取り除きます。
残した種にライ麦粉 50g と水 50g を合わせてしっかりと混ぜ合わせます。この種をすくい取ってしまうことをスクリーニングと言います。もったいないような気がしますが大切な工程です。スクリーニングをしてそこに残った良い状態の種に新たな材料を加えることによって強い発酵力を作り出していきます。再び12時間ほど放置します。このように約3倍に膨らみ気泡が入ったら次の材料を加えて混ぜるという作業を最低でも5回は繰り返していきます。それでは途中経過のポイントです。まずは香りについてです。1日目2日目あたりは粉臭いような匂いがします。難しい表現ですが、私はセメント臭っぽいなと思ったことがあります。3、4日目頃になるとほのかなアルコール臭を感じます。鼻をつくような嫌な匂いがする場合は失敗なので、初めからやり直す必要があります。続いて育つ時間についてです。はじめは12時間とか24時間とか長い時間がかかっていたサワー種ですが、日を追うごとに膨らむペースが早まってきます。場合によっては3回目あたりであっという間に3倍ぐらいに膨れ上がって、これもう完成なんじゃないかと思うかもしれませんが、まだまだです。最低でも5回はスクリーニングと次の材料を混ぜることを繰り返します。途中で気泡がさらっとした感じになることがありますが、あれ失敗しちゃったと思わずに気にせずに続けてください。そしてここもポイントですが、変な言い方ですが育ちすぎることがあります。3倍を超えてもっと膨らむことがありますが、そんな時早くスクリーニングをして次の材料を加えたいところですが、仕事だったりその他の都合でさすがに今はちょっと厳しいとなった経験があります。そんな時は一旦冷蔵庫に入れてください。活発だった種が少し落ち着きます。そして自分が帰宅したら冷蔵庫から出して少し常温に置いておくと再び膨らんできます。膨らんできたタイミングで再びスクリーニング、次の材料を加えてこれまでと同じように育ててください。それでは完成の見極めについてです。約3時間で約3倍の高さに育つ勢い、これで完成になります。この勢いが大切です。今回はライ麦粉の中挽きを使っているので約3倍の高さを目安にしましたが、粉の種類や水の量などによっては5倍、6倍と大きくなることもあります。ライ麦粉の中挽きの場合は約3倍がちょうどいい加減です。それではこれで完成となりますが、このサワー種を一晩冷蔵庫で休ませてから仕込みで使ってください。サワー種は膨らんだらすぐに使う方も見えますが、私はこのライ麦サワー種に関しては一晩休ませたものの方が発酵が安定してより良いものが焼けると思っています。またサワー種の作り始めは瓶を使いますが、種が安定してきたらこのようなプラスチック容器で結構です。この先は仕込みで使って残ったサワー種はこのように冷蔵庫に入れておいて、また次にパンを焼くときには残っていたサワー種に新しい材料を加えて勢いよく育てて、また一晩休ませて仕込みで使うということをこの先何年も続けていくことになります。最後までありがとうございました。よかったらチャンネル登録もよろしくお願いします。それではまた次回お会いしましょう。